こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜はフランスのちょっとおかしな昔話をお届けします。不思議な森の妖精からもらった何でも叶う3つのお願い。さて、どんなお願いをするのでしょうか。それではゆっくりお聞きください。3つのお願い。昔昔、森のそばに木こりとその妻がいました。二人は毎日コツコツ働いて暮らしていました。ある日、木こりが森で木を切っていると、眩しい光とともに森の妖精が現れました。妖精は言いました。あなたの働きぶりを見ていた。3つだけお願いを叶えてあげよう。お願いをしゃべる前によく考えなさい。びっくりした木こりは急いで家に帰って妻に話しました。妻は目を丸くして言いました。本当に3つもお願いが叶うの？大きな家が欲しいわ。お金も欲しい。それと、木こりは言いました。まずは落ち着いて考えよう。二人は薪ストーブの前に座ってスープを飲みながら考えました。木こりは炎を見つめ、ぼそっとつぶやきました。この日には温かいソーセージがあればいいな。すると何もなかったテーブルの上にポンとソーセージが現れました。妻は顔を赤くして叫びました。なんてことなの？一つ目のお願いをこんなことで使うなんて。二人は口喧嘩を始めました。木こりも腹を立てて怒鳴りました。そんなに文句を言うなら、その
ソーセージをお前の鼻につけてやる。すると、ポン。ソーセージが妻の鼻にピタッとくっつきました。引っ張ってもねじっても全く取れません。妻は泣きそうです。木こりも青ざめた顔で妻の鼻を見つめていました。静かになった後、妻は小さな声で言いました。お願い。このままじゃ外に出られないわ。このソーセージを取ってほしい。木こりは深くうなずくことしかできませんでした。木こりは言いました。最後のお願いで、ソーセージを鼻から外してください。すると、ポン。ソーセージは消え、妻の鼻は元通りになりました。二人はしばらく何も言わずに火を見つめていました。結局、三つのお願いは二人に何も残しませんでした。夜になって火の前で顔を見合わせた二人は、バカな喧嘩だったねと笑い合いました。おしまい。三つのお願いの物語、いかがでしたか？言葉は一度口にするともう消すことはできません。だからこそ話す前によく考えることが大切です。あなたならどんなお願いをしますか？私は家族の幸せと皆さんの幸せを願います。あと、英語がペラペラ話せることをお願いしようかな。今夜も聞いてくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。